はい、皆さんこんにちは。機械系男子のケンイチです。はい、久々のですね、動画投稿となってます。もともとの予定ではですね、11月の、2週目ぐらいから動画投稿再開できるかなって言ってたんですけども、ちょっとね、先週はまだね、忙しくて、その出張から帰ってきてからね、やっぱまとめなきゃいけないんで、報告書とかを。なかなかね、本を読んでる時間もなくてですね、先週もちょっとね、動画投稿はお休みしました。で、今回ね、10月に出張行くんで、その出張中に、こちらの、萌えよ剣を、読み切ってこちらの感想を言いたいと言ってたんですけども、実を言うとですね、ここでカミングアウトすると、まだ僕はですね、この萌えよ剣を読み切ってないんですよ。なんならもっと言っちゃうと、まだこの下巻にすら行ってなくて、ついさっきですね、この上巻を読み終えたばっかなんですよ。おいおいと、全然読み切れてないじゃんと。10月中何してたのって思われると思うんですけど、言い訳をするとですね、思った以上に、出張中ね、なかなか暇がなかったんですね。出張でね、自分が現場行ってるわけなんで、昼間はね、現場仕事っていうか、その自分が作業をして、指示出したりとかして、作業をするじゃないですか。ただその現場行ってる以上、スケジュールが限られてね、どうしてもやっぱ今日までに終わらせなきゃいけない作業とかっていうのが出てくるんで、そこでやっぱ現場で結構残業してとか、あとはね、日報とかもね、一応上げなきゃいけないんですよね。そんなに凝ったものじゃないんですけども、一応ね、日々何やったかと、で、スケジュール通りか、それとも遅れてるのかとか、あとは何か不具合出た時に、その本社にいるメンバーに、どういう情報が欲しいかっていうのを打たなきゃいけないんですよ。これを探してほしいとか、この配管経路どうなってるとかっていうのをですね、やっぱ、連絡しなきゃいけないので、日報もね、作ってるってなると、意外とね、時間がなくて、なかなかね、本当に10月はね、読めなかったですね。でほとんど読んでないんですよ、実を言うと。本当にね、この萌えよ剣を読んだのは、出張行く前か帰ってきてから、やっぱり改めてね、手をつけたっていう、これね、本当に読めなかったんですよね。なので、10月丸々で、今も11月のね、中旬ぐらいまで差し掛かってるんで、1ヶ月半もあったんですけども、実際にはですね、この上巻を読み終えるので、精一杯というか、本当にさっき、読み終えたばっかなんですよ。なのでね、この下巻の方も含めた感想ってのは、来週かもしくは再来週ぐらいにですね、言えたらなと思います。で、ここまでがね、言い訳みたいなもんで、とは言ってもですね、この萌えを剣、その上巻を読むだけでも本当に面白かったので、こちらのね、面白さをちょっとお話ししようかなと思います。はい、それではですね、この萌えを剣を感想を言っていこうと思うんですけど、この萌えを剣っていうのね、この主人公、土方歳三ですね、新選組の土方歳三さんが、主人公で、その人にずっと焦点を当ててる話なんですけども、なのでね、土方歳三さんがどんな人かっていうのもすごいよくわかりますし、その新選組がなぜ、あれだけ力があったのかっていうのも、本当にね、土方さんにその秘密が隠されてたようなところがね、ところどころにあって、本当に厳しい新選組っていうか、乱世の世の中でね、倒幕とか、恐れがある中で、徳川幕府ですね、300年の安泰を築いてきた徳川幕府を守る役割としてね、新選組っていうのが、いかに戦ってきたかっていうのが、どうやって作られてきたかっていうのもね、すごいよくわかる話だったんですけども、そのね、歴史の勉強、改めての、ね、勉強になったっていう点が結構僕の中では大きくて、尊王攘夷ってあるじゃない。で、尊王攘夷運動で、幕府が入れ替わるっていうか、維新が起こったっていう、それぐらいの記憶しかなくてね、中学校の社会とか、高校の社会もそうだけども、全然苦手だったんでね、本当に尊王攘夷っていう意味を考えずに、そのまんま、尊王攘夷っていうのは、倒幕したい人なんだって、そういう集団なんだっていう風に、勝手にね、もう思い込んでた節があったんですけど、実はね、尊王攘夷に倒幕っていう意味が全くなくて、どういう意味かっていうと、尊王っていうのは王を尊ぶ、天皇を尊ぶと。で、上位っていうのが、外国勢力に潰されないように跳ね返していこうっていう、そういう意味しかないんですよ。なのでね、これね、結構僕はね、意外だったのが、新選組ももともとはね、尊王攘夷の考えで作られた組織なんですよ。てかそういう集まりなんですよね。で、その中に同じ尊王攘夷の考え方だけども、今のその徳川幕府を、さらにその幕府を強くして、外国勢力に負けないようにしていくのか、それとも、今の幕府を、一回変えて、それで新しい、政権を作って、外国に負けないような国を作っていこうっていう、そういうね、尊王攘夷の中でも2つに分かれるんですよね。それがね、新選組と薩摩長州藩の、そこのね、対立があったんですよね。僕はね、本当にね、新選組って、単純に尊王攘夷と戦ったんだってぐらいしかなかったんだけど、実は新選組も尊王攘夷の考え方だったっていうのがね、結構僕の中ではすごい、初めて知ったみたいな
感じなんですよ。ここら辺がね、やっぱね、その大人になってからの再勉強って本当に結構楽しくてね、中学の時はもう意味も考えず、尊王攘夷ってね、めちゃめちゃ難しい単語だから、大人だったら、まあ、王を尊んで、で、攘夷ってなんだろうなぐらいな感じだと思うんですけど、中学生の頭ではね、結構尊王攘夷っていう考え方難しいと思うんですよ。で、かつ、その尊王攘夷の中でも、まあ、その倒幕派と砂漠派っていうのがあるっていうのがね、結構やっぱね、中学生レベルでは難しいんじゃないかってね、改めてこうやって大人になってから読み返すっていうのはね、結構いいことかなと思いましたね。で、まあそんなね、新選組とね、薩長、まあ、前半はね、基本的に長州藩との戦いなんですよね。その中でね、まあ僕がね、結構ね、まあ好きになったキャラクターが2人いましてですね、どちらもね、まあ敵、まあ1人は敵じゃないか、1人は味方だったんだけども、最後はまあ、意見の相違で、新選組を離れたっていうか、まあ、新選組で最後を取った人なんですけど、1人目が山並圭介さんっていう方ですね。これね、僕はですね、さっきも言ったように、この模様剣っていうのは、土方歳三にフォーカスを当てて、土方歳三の考え方、見方からですね、全部描かれているので、基本的にね、やっぱ土方さんの考え方が読者にも反映されるんですよ。なのでね、この山並圭介さんっていう方は、実はですね、土方歳三と仲が悪かった人なんですよ。同じね、その新選組が、その近藤局長一人になった時に、副長が二人出たんですよ。で、その一人が、土方さんですけども、もう一人がですね、山並さんだったんですね。この山並さんっていう方が、やっぱりその、土方さんから嫌われてるせいで、結構ね、その、読んでる読者からしても、山並はあんまりなんか気に食わないやつだなとか、あんまり骨がないやつだなっていう風に僕の中でずっと思ったんですけども、実はね、この山並さんの最後の姿勢を見るとね、結構この人はやっぱ武士だったんだなって、武士らしく、もちろん学祭もあったけども、やっぱりこの人も武士だったんだなっていう風なのはね、見えてね、結構ね、そこで惚れ直した感じがあるんですよ。ずっとね、土方さん目線で見ると、山並はちょっと骨がないなと、なんかヒョロヒョロしてるなって、ヒョロヒョロしてるっていうね、見た目じゃなくて、その武士としての芯があるように見えなかったんですよ。でもやっぱ最後を見ると、この人もやっぱり武士だったんだなって思うぐらいに、結構ね、惚れ直したところがあって、そこがね、僕は結構お気に入りのシーンですね。この山並さんの最後が、かなり素敵だなって思ったところで。で、もう一人ですね、自分が、好きになったキャラクターが、これは敵なんですけども、七里健之助っていう方ですね。この人はずっとね、新選組が発足するところから、最初からですね、ずっとその、土方歳三とのライバルみたいな、宿敵みたいな書かれ方をしてきて、断るごとにですね、七里健之助が接触してきて、土方さんの首を撃とうとしてくるんですけども、ことごと負けたりとか逃げたりとかして、でもですね、ずっとね、もう本当に断るごとに、七里健之助がね、接触してくるんですよ。で、これなんで僕は七里健之助が好きかっていうと、その新選組もですね、その最初のまだ発足してない状態から立ち上げて、で、なんかいろいろと局長が一人減ったりとか、てか元々のね、作り上げた人が殺されちゃったりとかってね、紆余曲折があって、もちろん時間がね、経ってるわけですよ。でもその時間が経ってて、もちろん土方さんもね、どんどん偉くなってって、力をつけていくんですけども、それにね、付随して、七里健之助も、最初はね、同じ老子っていうかその、主君を持たない、浪人の武士ですね。そこら辺ごろついてるような剣士なんですけども、その状態から、七里健之助もしっかりと力をつけて、断るごとに本当にライバルみたいな感じで、主人公が力をつけたんであれば、ライバルも力をつけるみたいな感じで、本当にそんな感じでね、描かれてるんですよ。で、そこがね、僕は結構すごい評価したいところだって思ったんですね。いや、この七里健之助もよく老子として、しっかりと老子同士をまとめ上げたりとか、それでさらに、老子組をね、大きくしたりとか、どっかに入り込んだりとかして、この七里健之助もなかなかやるやつだなって、それでね、結構評価してたところなんですよ。ただね、これやっぱこの今回動画を撮るにあたってちょっとね、調べたわけなんですけども、すごい残念だったのがね、この七里健之助っていう人物が、実はですね、この燃えよ剣の中だけの創作人物だったんですね。これがね、僕は結構ショックで、これ本当にね、七里健之助がいて、いくつか創作があるにしても、その土方と、肩を並べるような感じで、何回も何回も宿敵でね、ぶつかってたら、この七里健之助も相当すごいやつだって、思ってたんですけども、実は創作人物で、やっぱりね、なんか上手すぎると思ったんですよね。なんでそこに七里健之助が出てくるんだっていう風なシーンもあったんですよ。こいつも結構その土方さんと悪い縁があるなって、繋がってるなってずーっと思ってたんですけども、やっぱりこれはね、創作人物っていうことで、その柴良太郎さんがね、ここで七里を出したら面白いっていうことで、多分物語を書かれて、まんまとね、この読者としてはすごいそれに楽しませられて、もちろん敵だし、人としてね、やっぱり悪く見えるんだけども、やっぱり敵ながらも、尊敬の意をね、表すに値する人物だなって
思ってたんですけども、実際には実在しない人物だったっていうのがね、結構僕の中ではね、ショックだったんですよ。ただね、この、萌え剣っていうのはすごい面白いですし、キャラクターが立つっていう風な、そこのね、描き方がね、やっぱり司馬遼太郎さんうまいなって、改めて思いましたね。でね、そんな上巻ですけども、この上巻のね、最後の終わり方がどういう感じかっていうと、ここでね、またね、七里健之介が出てきて、ことあるごとに接触してきたんですけども、ついにですね、七里健之介が、土方の首を打つという風になって、七里健之介が接触してきて、今までいっぱいあったけども、ここで蹴りをつけようと、1対1の勝負をして、今までだったら、土方歳三を七里健之介のグループが囲んで、一気に攻めるっていうのもあったんですけども、そういうのをなしにして、もう1対1で戦おうって、本当に1対1で戦うかどうかはまだ分かんないですけども、戦おうって言って、今ね、その戦場に向かってるところですね、2人とも、別々のカゴに乗って、戦場に向かってるところなんですよ。で、そこでね、終わるんですけども、こっからがね、やっぱ楽しいとこだなっていうのでね、下巻を読むのが結構楽しみで、いや、僕はね、適当なことを言うと、七里健之介はね、1対1で戦おうって言ってるけど、七里健之介の性格からして多分だけども、仲間が出てくるんじゃないかって思ってますね。僕の中では。ちょっとせこいやつなんで、七里は。絶対ね、1対1で戦おうって言って、もちろん土方さんとしてもそれを受けて、土方さんが場所を指定してそこに向かっているところなんだけども、多分ね、七里健之介としては誰かしらをね、使って、絶対ね、その戦場にね、自分の仲間をね、呼び寄せてるんじゃないかなって、僕は勝手に思ってます。でもまだね、下巻読んでないんでわかんないんですけども、七里健之介のね、性格からして絶対そうだろうなって思っちゃうところがあるんですよ。でもここでね、本当に、男と男の真剣勝負で1対1勝負をしたらね、またね、七里健之介がね、好きになっちゃうかなっていうところですけども、おそらく多分ね、仲間を連れてくるような気がしてならないですね。そんなね、適当な推測を述べましたけども、これからね、下巻を読んでみて、このね、七里とのね、因縁がどういう風に蹴りがつくのかっていうのと、この新選組がね、結構今、かなりね、不安定な状態で、どうなっていくかもね、読むのが楽しみなんで、そこら辺を読んだらまた動画を上げようと思います。はい、それではですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。